上向きに寝て膝を曲げた状態で反り腰かどうかチェックしていきます。手のひらを腰の下にこんな感じで入れます。手のひらがすっぽり入ってしまうよという方はまさに反り腰です。手のひらが入るかどうかちょっと怪しいなぐらいの人は反り腰予備軍だと思ってください。で、逆にげんこつがすっぽり腰に入ってしまう方、かなり重度の反り腰です。終わった後に再チェックして変化を見てみましょう。一緒に頑張りましょう。まずは膝を曲げた状態で片足ずつぐっと持ち上げます。太ももの前をお腹になるべく近づけるイメージです。しっかり高く上げると腹筋使ってる感覚があると思います。余裕があれば上半身も一緒に起こすとより効果的です。で、急ぐ必要はないのでしっかり腹筋意識しましょう。呼吸は止めないようにしましょう。もう一度最後に反り腰チェックしますので、最後まで一緒にね、頑張りましょう。一回ちゃんとやれば変化出ます。よし、OK。じゃあ次は両足同時に上げます。前ももをお腹にグッとつける。下ろす。前ももをお腹につける。下ろす。ゆっくりでいいので、なるべく前ももをお腹に近づける。きつい方は手でちょっとこうやってズルしてもいいです。こっちの手はね、スマホ持って空いてる手でズル。頑張って。きつい。しっかりなるべく高く上げる。できたらね、ズルしないでなるべく前ももをお腹に近づける。よっしゃ、 OK。 そしたら次は右足をしっかり上げて前ももお腹に近づけて腹筋使ってる状態でキープです。前ももと股関節、付け根、腹筋に力が入ってると思います。一番使いたいところはこの付け根とお腹です。お腹力入ってる感じありますか？触って硬くなってれば OK。 呼吸は止めないで足はしっかり高く上げておく。きつかったらこうやってズルしても OK。 呼吸は止めないようにしましょう。しっかり腹筋意識して OK。 次逆足いきます。左足しっかり上げる。前ももをなるべくお腹に近づける。腹筋硬くなってますか？股関節、付け根も使う感じあったらよりいいです。なるべく前ももお腹に近づける。もっとね、近づいたらいいですけど、僕も硬いのでこれで限界です。きつかったら手を使ってズルしても OK。 呼吸は止めないで腹筋しっかり意識して、この動画をね、最後まで頑張ると結構疲れるので、途中サボったりとか再生速度ね、遅くしたり速くしたり調整して完走頑張りましょう。 OK。 よし、次は休憩ストレッチ。左足を右こっちにねじります。この腰ねじった状態で大きく深呼吸しましょう。余裕があればこの反対に左肩床にしっかりつけておきましょう。腰、お尻、背中のあたり伸びてれば OK です。呼吸だけね、しっかり止めないようにして、肩も変な力入りすぎないようにしましょう。よし、OK。 これで腰逆にねじります。右足を左こっちにねじります。これで深呼吸しましょう。よし、もう一回吸って、腰、お尻、背中伸びてれば OK です。このズボラストレッチは習慣化が目的なので、毎日無理にね、やる必要もないです。週に1回でもいいし、3日に1回でもいいです。皆さんが続きやすいペースで続けましょう。OK。 じゃあ次は膝曲げたまま膝同士つけてお尻を持ち上げます。しっかりお尻持ち上げた時に裏もも、お尻使ってる感覚あれば OK です。膝と膝つけておくことで内ももも効いてきます。しっかりお尻持ち上げて、裏もも、お尻意識して、腰が痛い方、腰が痛くない範囲で OK です。裏もも、お尻がしっかり意識できてれば、腰に痛みは基本的にないと思います。ラスト1回頑張りましょう。ぐっと持ち上げる。OK。皆さんついてきてますか？次の種目は、膝曲げたまま足を持ち上げて、ちょっとお尻浮かせて、かかとをお尻にタッチするイメージ。
パタパターっと動かしましょう。ちゃんとお尻持ち上げておくことで腰が丸まって腹筋に効きます。呼吸は止めないようにしましょう。さらにね、余裕がある人はかかとをお尻にタッチするときに裏ももを意識して使えるとより良いと思います。呼吸止めないようにしましょう。次休憩なので最後ちょっとだけ頑張りましょう。よっしゃ、 OK。 じゃあ膝曲げたまま大きく深呼吸しましょう。息吸って限界までお腹膨らませます。ゆっくり口から吐いてへこませる。吐いて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 、しっかり吐き切って、よし、もう一回吸って、ゆっくり吐いて、しっかり吐き切って、吐き切るとお腹硬くなります。吐いて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 、よし、 OK。 これで、膝曲げたまま足パカしてきます。限界まで開いてしっかり閉じ切る。この時にお尻浮かせておきたいです。お尻を浮かせておくと腰がちょっとね丸まってる状態になるので、反り腰解消にはねすごい効果的です。で、さらに余裕があればしっかり閉じてしっかり開き切る。開き切ってしっかり閉じ切る。内もも意識して、お尻は下げないで、きつかったらお尻の下に手を入れてずるしても OK。 きつい、頑張って、呼吸止めないようにしましょう。 OK。 次は右足を左足に乗せます。この状態でお尻を持ち上げる。左の裏ももお尻を使ってます。もしきつかったらさっきみたいに両足でやっても OK。 頑張れる人は片足で頑張って。これね、ゆっくりでいいですからね、僕と同じペースじゃなくていいです。もっとゆっくりでいいから、しっかり裏ももお尻意識して頑張りましょう。最後までね、乾燥することで反り腰の原因すべて解消して、ビフォーアフターのね変化が分かるようになってます。 OK。 左足を右足に乗せます。このまま右の裏ももお尻使って持ち上げる。頑張って。きつかったらこうやって肘を床ついて肘でずるしても OK。 頑張って。裏ももお尻使えてますか？きつかったらサボってもいいし、再生速度調整しても OK。 自分がね習慣化しやすい、こう自分のペースでやりやすい感じをね、いろいろ試して探してみましょう。頑張ってしっかり持ち上げて。きつい、あと2回、ラスト1回一緒に頑張って。よっしゃ、 OK。 次もう1回膝曲げたままドローインです。鼻から息吸って限界までお腹膨らませましょう。お腹を限界まで膨らませる。限界まで膨らんだらゆっくり吐いて、吐いて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 、このね、おへそをへこませるイメージ、おへそへこませるイメージ、頑張って吐いて。 OK。 もう一回吸って、限界まで吸って、ゆっくり吐いて、おへそへこませるイメージで頑張って、吐いて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 、おへそへこませて、OK。 次、膝曲げたままぐっとお尻持ち上げる。腹筋使ってる状態でキープです。頑張って。余裕がある人は膝と膝つけておくと内ももも効きます。ただね、あくまで腹筋使うことが目的なので、腹筋使えてるところでキープで OK です。腰が痛かったらお尻の下に手を入れてズルしても OK。 呼吸はね止めないようにしましょう。きつい。この次から横向きになりますよ。スマホを持ったまま右向きに横向きになるので、ちょっと気持ちの準備しておきましょう。 OK。 じゃあ次、右向きに横向きです。スマホは床に置きましょう。で、こんな感じで両膝曲げます。左足をぐっと上げる。左膝だけですね。こうやって上げるイメージ。お尻の横を使う感覚ありますか？頑張って。お尻の横を使ってしっかり膝と膝離す。 NG パターンはこうやって後ろに倒れちゃうと NG です。骨盤を固定しておいて膝だけ離す。お尻の横しっかり意識して頑張って。ラスト1回。よっしゃ、 OK。 次は右足前に出して左足伸ばします。これで真上にグッと上げます。真上に上げる。
頑張って。お尻の横意識して。きつい。しっかり真上投げて。頑張って頑張って。お尻の横使ってる感覚ありますか？もちろんサボってもいいですけど。最後までね、この動画完走できるようにしましょう。再生速度調整しても OK です。ラスト1回。OK。じゃあ次は、この左股関節を大きく内回ししていきます。内回しです。呼吸は止めないようにしましょう。皆さん大丈夫ですか？ついてきてますか？しっかり内回ししましょう。なるべくゆっくり大きく普段動かさない範囲で動かすことがポイントです。きつかったら再生速度調整したり、動画を途中で止めて休憩したり、最後の10秒サボったり、自分のね、やりやすいペース探してみましょう。OK。じゃあ次、左足を前、こんな感じですね。で、この状態で右足を上げる。右の内ももを使う感覚ありますか？内もも意識して、頑張って。呼吸は止めないで。感覚わからなかったら、こうやって内もも手で触って、あ、動いてるな、硬くなってるなって感じあれば、それで OK。きつかったら10秒サボりましょう。最後までね、乾燥することで、反り腰の原因が解消できますからね。一緒に頑張りましょう。OK。次は、下半身楽な状態で、左手、真上に上げて、内外にねじります。二の腕です。皆さんね、二の腕気になると思うので、こっそりちょっと間におまけで1種目だけ挟ませてもらいました。多分ね、なかなか二の腕が気にならないっていう方いらっしゃらないと思うので、こういった間にね、二の腕とか肩周り挟むことで、1個の動画でできる限り前進できるようにしていきたいと思ってます。呼吸止めないようにして、しっかり大きくねじる。ねじる。OK。そしたら次、右足前に出して、左足をつま先ぐっと上向ける。つま先真上向ける。このお尻の横使うイメージ。きつい。しっかり真上向ける。呼吸止めないようにして、お尻の横意識して、真上向ける。きつい。皆さんついてきてますか？きつかったらサボったり、再生速度調整してくださいね。しっかり真上向ける。頑張って。つま先真上向けて。頑張って頑張って。きつい。わーし、OK。そしたら次、両膝曲げておいて、左手は後頭部へ。で、左肘を床にグッとつけるイメージで背中丸めて、逆にゆっくり反らせる。グッと背中丸めて、反らせる。胸を張る。これを繰り返していきましょう。反り腰の方のほとんどは巻き肩なので、しっかり丸めたらしっかり胸開くことが大切。巻き肩もね、反り腰の原因の一つです。頑張りましょう。きつい。頑張って頑張って。しっかり胸開いて、ラスト1回丸めて、しっかり開く。 OK。 そしたら次は右足前に出して、左手で左足首を掴みます。こんな感じで左の前ももをストレッチしていくんですが、わざと腰をこうやって丸めて猫背を作るイメージ。そうするとさらに前ももが伸びてきます。腹筋に力を入れてわざと猫背を作りましょう。左足は後ろにグッと引く。きつい。呼吸は止めないようにしましょう。あんまり肩はね、力入りすぎないようにしましょうね。左の前もも伸ばすことが目的です。よし、OK。そしたらこの状態のまま、最後左股関節大きく外回ししていきます。ゆっくり大きく、普段動かさない範囲で外回し。きつい。皆さん大丈夫ですか？ついてきてますか？呼吸は止めないようにしましょう。ゆっくり大きく、普段動かさない範囲で外回しです。で、次の種目から、逆向きになります。左足下にして横向きになりますよ。スマホ持って寝返り打ちますよ。OK。じゃあ皆さんは寝返り打ちましょう。左足下にして横向きに寝ます。で、両膝を曲げた状態から膝と膝を離す。お尻の横、ここを使うイメージです。
呼吸は止めないようにしましょう。お尻の横をここを使う感覚ありますか？なかったらね、こうやって叩いたりして、意識するといいです。頑張って。呼吸は止めない。しっかりお尻意識して、乾燥が大事なので途中でサボるのは OK です。OK。4月1日から無料のメールマガジン、毎日配信します。なぜやるかというと、ズボラストレッチを頑張ってくれるズボラーの皆さんが120万人を突破して、どんどん毎日質問、悩み相談が DM、コメントできます。もうすべてに個別で答えたいんですけど、もう物理的に無理なんですね。なので、メールマガジンを使って皆さんの質問に回答したりとか、こんなことやったらどうって僕から提案したりとか、皆さんがズボラストレッチやダイエットをもっと気軽に楽に継続するために、必要なマインドとか、必要なメンタル、考え方、あとはズボラストレッチのおすすめのメニューとかを無料のメルマガで配信していこうと思ってます。まだ無料のメルマガ登録しない方は概要欄から登録していただくと、登録時のプレゼントとして僕が2ヶ月で8キロ痩せた方法やその他特典がついてきます。すべて無料で受け取れます。そしたら左足ちょっと前出して右足伸ばします。これで真上に上げる。お尻の横を使うイメージです。頑張って。お尻の横触って、動いてるなーって感覚あれば OK です。しっかり真上に高く上げる。ちょっと最近はですね、皆さんの言葉に甘えてエアコンつけて撮影したんですけど、今日は暑すぎてエアコンつけるともうエアコンのブワーって音が半端ないので、エアコンちょっと切ってね、撮影してるので、ちょっと僕が汗だくでごめんなさい。ここはちょっとご了承くださいませ。ラスト1回。OK。これで右足前に出して、左足上げる。左の内もも使ってます。で、逆にね、内もも意識して、逆に、皆さんは、エアコンつけた部屋でやっていいですからね。エアコンつけた部屋じゃない方が効果的ですかって質問いただいたんですけど、もうダイエット、汗をかくってことに関しては、もちろんその方が効果的なんですけど、マジで熱中症になる可能性もあるので、全然エアコンかけたままで OK です。自分がやりやすい環境をね、自分で作りましょう。OK。そしたら次、左足前に出して、右股関節大きく内回しです。ゆっくり内回し。呼吸は止めないようにしましょう。大きく内回し。なるべく大きく動かしましょう。あんまり体がね、こう後ろに倒れないように、左足はこうやって前にしっかり出しておきましょう。呼吸だけ止めない、普段動かさない範囲で大きく動かしましょう。よし、OK。そしたら次、右手を真上に上げます。このまま内、外にねじっていきます。イメージとしては、右手を誰かに引っ張られてるイメージ、向こうに引っ張られてるイメージでやると効果的。で、ゆっくりでいいので、しっかり内、外にねじる。呼吸は止めないようにしましょう。猫背、巻き肩の人とかは、これだけでもかなりきついはずです。で、できたらね、こうやって肩がこうやって上がっちゃうと良くないので、肩はあんまり上がらないように意識してやってみましょう。皆さん大丈夫ですかね？ついてきてますか？ OK。これで左足前に出して、右足伸ばして、つま先しっかり真上向ける。真上向ける。呼吸止めないようにしましょう。ゆっくりでいいので、お尻の横使って真上向ける。きつい。頑張って。呼吸はね、止めないようにしましょう。しっかり真上向ける。頑張って頑張って。呼吸止めないで。これ外ねじりね、結構難しいですよね。反り腰の方、結構内股の方多いので、わざとこうやって外ねじり入れてます。ラスト1回、真上向ける。OK。そしたら頭の後ろで、こうやって手を当てたら、肘を床につけるイメージで背中丸める。ぐっと胸を開く。丸める。胸を開く。呼吸を止めないようにしましょう。しっかり丸めて、胸開く。普段動かさない範囲までしっかり胸開きましょう。頑張って頑張って。ラスト1回丸めて開く。 OK。 左足前に出して右手で右足首掴みます。右の前ももストレッチしてます。わざと猫背作ることでより伸びます。腹筋にね
力を入れてわざと猫背作りましょう。前もも伸びますか？呼吸は止めないようにしましょう。余裕があれば後ろにぐーっと引きましょう。きつかったらどんどんサボってくださいね。よし、OK。じゃあ横向き最終種目、大きく右股関節外回しです。ゆっくり大きく、普段動かさない範囲で動かしましょう。本当に再生速度ね、早めたり遅めたり、自分がね、やりやすい速度探してくださいね。よくね、どの動画やったらいいか、種類が多すぎてわかんないよって方いらっしゃるんですけど、それはね、概要欄のサブチャンネルとか、ズボラストレッチの無料の教科書でね、解説してます。どれが正解っていうよりも、僕はこう思いますよって考えをお伝えしているので、もしね、悩んだら概要欄から見ていただければと思います。よし、うつ伏せになりましょう。スマホ持って、スマホは顔の前に置いておきましょう。で、上半身楽な状態で、かかと、お尻タッチするイメージで、パタパタ動かしていきましょう。呼吸は止めないようにして、かかとをね、なるべくお尻に近づける。スピードよりもかかとをしっかりお尻に近づけて、この裏ももとお尻の境目あたり、この筋肉を使ってるなーって感覚があるかどうかの方が大切です。呼吸は止めないで、あんまり肩ね、力入れすぎないようにしましょう。上半身楽な状態を自分で探しましょう。呼吸止めないようにして、OK。そしたら右足を左足乗せます。で、左の裏ももお尻使ってしっかり曲げる。左の裏ももお尻使って曲げる。頑張って。余裕があれば右足で左足に負荷かけながら左足持ち上げる。左の裏ももお尻がめちゃめちゃ効いてきます。頑張れる人しっかり右足で左足に負荷かけて、頑張って頑張って、そう頑張って。きつい。最後10秒サボってもいいですからね。頑張ってきつい。呼吸は絶対止めないで。頑張って。よし、OK。次逆側いきます。左足を右足に乗せます。で、このまま右の裏ももお尻使ってしっかり膝曲げる。右の裏ももお尻使って曲げる。頑張って。余裕があれば左足で右足にしっかり負荷かけた状態で曲げる。頑張って。呼吸は止めないようにしましょう。頑張って。右の裏ももお尻使ってる感覚ありますか？あと2回頑張りましょう。ラスト1回。 OK。 じゃあ今までたくさん使った前ももストレッチします。左手で左足首つかみましょう。左の前もものストレッチです。かかとをお尻にぐーっと近づけると左の前ももがより伸びてくると思います。呼吸は止めないようにして、肩変な力入りすぎないようにしましょう。あくまで左の前もも伸ばすことが目的です。呼吸は止めないようにしましょう。しっかり呼吸して、きつかったらね、こうやって上半身起こしておいてもいいです。 OK。 逆足いきましょう。右手で右の足首掴みます。右の前ももが伸びてれば OK です。呼吸はね、止めないようにしましょう。右前もも伸びてますか？なるべくね、かかとをお尻にぐーっと近づけると伸びてきます。まだ余裕だよって人は、つま先をね、こうやって持ってあげるとより伸びます。で、次の種目、四つん這いになりますので、スマホは床に置いたままで大丈夫です。そのままちょっと体を起こして四つん這いになります。OK。 四つん這いになりましょう。手は肩の真下につきましょう。こんな感じで四つん這いです。腰をぐっと丸める。おへそを覗き込むイメージ。逆に腰をぐっと反らせる。ちょっと頭を上げる。おへそを覗き込みながら腰を丸める。これを繰り返していきましょう。しっかり丸めて、ゆっくり反らせて。この反り腰の方はね、この背骨周り硬くなっているので、しっかり反らせる、丸める。スピードよりも普段動かさない範囲まで丸めて反らせることが大切です。呼吸止めないようにしましょう。しっかり反らせる、丸める、
反らせる。よし、OK。じゃあ、スマホを持って上向きに寝ましょう。最後にもう一回ドローインします。鼻から息吸って、限界までお腹膨らませたら、ゆっくり吐いて。吐いて吐いて吐いて、お腹硬くしてしっかり吐き切って。OK、もう一回吸って、限界までお腹膨らませて、もう膨らまないってとこまで膨らましたら、ゆっくり口から吐いて。吐いて吐いて吐いて。頑張って吐いて。よし、OK。こうやって足の裏合わせましょう。で、なるべく膝を外に開く。で、そのまま前にぐーっと倒れるんですが、見るべきポイントは2つあります。膝を外に開いて、膝と床の隙間が拳1個分ぐらいかどうか。こういう状態だとかなりまずいです。理想はこうやって膝が床にほぼついているような状態が理想です。で、逆にもう1個前に倒れて肘が床につくかどうか。この2点をこの柔軟性チェックで見てみましょう。終わった後に再チェックしてみますので、最後まで一緒に頑張りましょう。OK。じゃあ、その体勢のまま、足の裏合わせたままですね。左手を右斜め前に伸ばす。右手を左斜め前に伸ばす。こう手をクロス、斜め前に伸ばすイメージで、頑張りましょう。膝はなるべく外に開いたまま、頑張って。呼吸は止めないで、手はなるべく遠くに向かって伸ばす。しっかり伸ばす。なるべく遠くに向かって伸ばして。膝なるべく開いておいてくださいね。どうしてもきつかったらこうやってあぐらにしちゃっても OK です。斜め前にしっかり伸ばしきる。呼吸を止めないで。OK。じゃあ次は、こんな感じ。あぐらをちょっと崩したような感じで大丈夫です。そのまま右手を左斜め前にグッと伸ばす。左手を右斜め前にグッと伸ばす。交互に繰り返していきましょう。グッと伸ばしている。呼吸は止めないようにしましょう。できる限り遠くに向かってしっかり指先伸ばす。最初に行った柔軟性チェックは背中周りの柔軟性と股関節周りの柔軟性両方必要になってきます。なのでね、この動画では両方しっかりやっていきますので頑張りましょう。呼吸止めないで。 OK。 じゃあ次もう一回足の裏合わせましょう。このままですね、膝を外に向かってこうやってパタパタ開くイメージです。で、これでも十分もちろん効くんですが、余裕があれば骨盤をね、しっかり立てておくとより効果的です。で、さらにね、余裕があれば手でこうやって負荷かけてもいいと思います。手で負荷をかける。股関節外に開くってことが目的です。逆にきつい方、後ろに手ついちゃって、こんな感じでもね、もちろん OK です。自分がやれる範囲で OK です。OK、これで右足を左、こっちに持っていきます。で、この足をお腹に向かってぐーっとつけます。右のお尻が伸びてくると思います。伸びますか？右のお尻。で、なるべくぐーっと胸を張って、頭をね、上から誰かに引っ張られてるイメージで胸張っておくと、より右のお尻伸びてきます。結構ね、お尻と股関節って関係ないんじゃないのっていう方もいらっしゃるんですけど、股関節って英語でヒップジョイント、お尻の関節って言うんですね。もうお尻の筋肉って股関節全体を覆ってるイメージなので、かなり股関節の柔軟性には必要です。OK。じゃあ逆足行きましょう。左足を右、こっちに持ってきて、両手でこの足をお腹にぐーっとつける。左のお尻が伸びてくると思います。呼吸は止めないようにして、肩ね、あんまりこうやって力入りすぎないように意識をしましょう。なるべく胸を張って。で、これズボラストレッチ最後まで完走するってことが大切なので、例えば再生速度を調整したりとか、もしくはね、一回再生を一時停止したりして、水分補給したりしてもいいです。最後までね、自分のペースで頑張りましょう。OK。じゃあこれで次はあぐらの状態から右足をちょっと前に出します。でそのまま真正面に体を倒します。右のお尻が伸びてくると思います。で、今真正面に体を倒すって言ったんですけど、いまいち伸びないよって方は、左斜め前に倒したりとか、
もしくはね、手をもっと遠くに伸ばしたりとか、右斜め前に伸ばしたりとか、いろんな角度で伸ばしてみて、右のお尻が伸びるなーって位置を自分で探してみましょう。呼吸はね、止めないようにして、お尻が伸びる位置をいろいろ変えながら探してみましょう。OK。じゃあ逆足いきます。左足を前に出して、正面に体を倒していきます。手をこんな感じで前に伸ばしましょう。左のお尻伸びてくると思います。皆さん大丈夫ですか？ついてきてますか？もしきつかったら再生速度調整したりしてくださいね。手をもっと前に伸ばすとより伸びてきます。お尻のストレッチです。結構ね、皆さん頑張ってても痩せないんですけどっていうコメントとか DM もらうんですけど、もう大前提ね、人の体変わるのに3ヶ月ぐらいかかるので、気長にね、頑張った方がいいんじゃないかなと思います。OK。じゃあこれでですね、いつも行ってる背中のストレッチ、ちょっと新しいパターンで行います。右手をこうやって床につきます。肘伸ばしておきます。左手をぐーっと万歳。斜め上に向かって手を伸ばすイメージ。左の脇腹は伸ばします。ここです。なるべくぐっと胸張っとくイメージですね。胸張っとくイメージ。指先は遠くに向かってぐーっと伸ばす。で、逆に、ちょっとね、この手を遠くについたりすると、より伸びてきます。肘は伸ばしておきましょう。指先は遠くに向かって、OK。じゃあ次、左手を床につきます。右手を万歳します。右の脇腹を伸ばしてます。左肘しっかり伸ばしておきましょう。余裕があれば指先遠くに向かってぐーっと伸ばす。まだ余裕だよって方は手をね、ちょっと遠くについたりすると良いと思います。遠くに向かってぐーっと伸ばす。これ広背筋っていう筋肉伸ばしてるんですけど、広背筋はね、さっきの最初の柔軟性チェックと関係ないって思う方もいるかもしれませんが、骨盤から腕にかけてついてる筋肉なので、めちゃめちゃね、関係します。OK。じゃあ次、内ももストレッチを行います。右足を伸ばして、なるべく股関節外に開きましょう。そのまま体を正面に倒します。右の内ももが伸びてくると思います。僕硬くて倒れないんですけど、余裕がある方はね、もっと肘ついたりとか、体べちゃーっと前に倒れちゃっても OK です。内もも伸びてますか？で、つま先なるべく真上向けておくと効果的です。呼吸は止めないようにしましょう。よし、OK。お疲れ様でした。ここまでよく頑張りました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。僕と一緒に頑張れ